はい、本日はヴィンテージ T シャツ専門店、今インスタで話題のエニティさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。いや、もうほんとわざわざこの悪天候の中まさかね出演していただけると。いやいや、僕も YouTube 見てましたので、本当にこのねスタジオ、もうこのソニックユースのポスターとかとてもかっこいいですね。いろいろお褒めのお言葉いただいて、もう今日の謝礼になったら嬉しいなと思いながらまあ冗談ですけど。いやでもエニティさん、もう数々の面白いポップアップ、いや嬉しいです、それ言っていただけるのは。いろんな企画をされて、いやもうほんと今もういろんな話題を根こそぎもうエニティさんがまあなかなか普段アパレルの方や古着屋さんが思いつかないこととか、やりたいけどやれないのをやるっていうね、もう素晴らしい。もう僕も今までエニティさんのポップアップには何回かお邪魔させていただいてまして、いつもいいもの買っていただいてね。本当ムービー T シャツハマるきっかけがエニティさんみたいな。そうなんですね。嬉しいです。もうそう言っても過言ではないから、毎回ポップアップをもう本当楽しませていただいてます。ありがとうございます。そのエニティさんがこんなマイナーなチャンネルに、このマニアックなチャンネルにまさかね出演していただけるとは思ってもいませんでしたよ。いや僕もオールドスケート好きですし、あとやっぱり毎回ねいろんなゲストを招いて、キングさんって古着屋さんじゃないじゃないですか。まあ僕はただ好きなだけです。だからいろんな方々をお招きできる貴重な存在だし、貴重なチャンネルなんじゃないかな。ありがとうございます。はい、楽しみに。いやでもまあ本当ヴィンテージ T シャツが異常なぐらい今高騰してるじゃないですか。そうですね。その辺をちょっとエニティさんのちょっと見解をいただけないかなと。ありがとうございます。僕は昔から T シャツが好きで、それはこうさまざまなデザインがあったり物語があるので、その写真集とか雑誌とかアートを買う感覚でずっと買ってきたんですけど、確かにこの 2,3 年は値上がりをすごいですし、おかしいですよね。おかしいで、逆に僕キングさんと同じように僕は別に仕事がある中で好きでずっと買ってたんで、いろんな関東だけじゃなくて大阪にも10年前転勤してた関係で古着屋さんのつながりあるんですけど、やっぱり今本当に仕入れが大変だと皆さん言っていて、で自分なりにねその高騰の理由を整理すると3点ありまして、1つ目がやっぱインスタグラムの影響ということで、今日僕は無地のね T シャツを主役がヴィンテージ T シャツなんで着てますけども、やっぱりインスタってバストアップの部分をどれだけそれで映えるかみたいな時代になっていて、今ねジルサンダーって書いてあるやつとか、いわゆるロゴものがねここ近年流行ったので、ハイブランドもねロゴもの流行ってますよね。その中でやっぱりボトムスじゃなくてトップスにファッションの流れが来てるっていうのが1つ目、全体のトレンドとしてあるっていうところと、2つ目が今40前後のファッションリーダーというか、そのカニエ・ウエストとか、あと3年ぐらい前かな、ヴィトンのメンズのクリエイティブディレクターになったバージル・アフローとか、そういった世代の方々が、ご自身が手掛けるブランドも人気なんですけど、私服はヴィンテージ T シャツを着てると。なるほど、そこですよね。で僕らは割と同世代だと思うんですけども、世界を通した時にやっぱり40前後の方々が音楽と映画に一番浸ってた、若き日の頃通ったカルチャーを反映している洋服として今大人買いじゃないですけど、T シャツを着て、これいいだろうというのがやっぱ広まってたっていうのが2つ目の理由。で最後3つ目がこれちょっと興味深い話なんで聞いていただきたいんですけど、コロナの影響ですね。でやっぱりもともと日本自体にたくさんのT シャツ以外にもデニムとか、今日ねかっこいいバンズもありますけども、たくさんのヴィンテージが日本にある中で、やっぱ日本の古着屋さんはアメリカやあと近年でいうと
パキスタンとかですね、タイの方にも買い付けに行かれてたんですけども、やっぱりそれがコロナで行きにくくなって、で、もっと具体的に言うと現地に行ったら2週間ホテルで缶詰になって、で日本戻ってきても2週間ぐらい缶詰になるってことは、それをやってでも買い付け行けるぐらいの規模感とか、もう売り上げとか人員持ってるとこしか行けなくなって、なるほど、でなんですかね、古着の業界って業界のピラミッド構造をこうやってやると、大手さんって本当市場の一部しか持ってなくて、メインは個人事業主のような個人商店がたくさん見て合うのが古着屋の特徴だと思うんですけど、そういう方々ってやっぱり今までで言うと店を閉めて、それまでの売上金持って買い付けてまた戻ってきて売ってっていうのをここ繰り返してたんですよ。なるほどなるほど。それがコロナで、その前後2週間、向こうで2週間動けない、こっちで2週間動けないと飯食えないんで、何をやってるかっていうと、主にインスタグラムで、多分世界に100人もいないと思うんですけど、ヴィンテージの T シャツでいうとこのそういったバイヤーの方とかホールセールの方になんだろうな、You haveヴィンテージ T とかって感じでアプローチして、で取引するんですけど、100人って言いますけど100人ぐらいしか多分いないんですよ、そのヴィンテージの卸してる人っていうのは。でそこに日本中の古着屋から、もしくは最近で言うと韓国、中国、台湾、タイから買い付け依頼が来るんで、こっちからしてみると値段上げてっても買ってくれるんで、買ってくれたら上げてくっていう構造がいや、すごい分かりやすい説明なんですけど、ここまで話してもらって大丈夫ですか、こんな話。でなぜ僕が話せるかというと、僕は古着屋じゃないからですよね。でみんなやっぱこういう消費者の立場に立った時にそれ気になるメカニズムだと思うんで話してあげたいなと思ってて、でそれだけ高い値段で古着屋さんが仕入れても、さっきお話した2つの理由、トップスのお金かける、有名な方々が来てるっていうところで、今買う人が、3、40代だけでなく20代の方々が買ってくれるっていうところがあってどんどん上がってて。いやー、興味深いですね、この話ね。現にね、キング自体も今すごい T シャツ買ってるじゃないですか。ただやっぱちょっと自分もちょっと高くなりすぎちゃってちょっと引いちゃってますね。だからそろそろいわゆる分かりやすい音楽ものとか、映画ものみたいなところは高止まりして、次の動きが来るんじゃないかなっていうのは思ってますね。その辺もちょっと仕掛けをちょっと、なんかそうですね、考えてそうですね。NT さん、基本的には何ですかね、こういった嗜好品ってみんなが欲しがるものを欲しがる時に買っちゃいけないんで、みんなが欲しがるものを欲しがる時に買っちゃいけないんで、やっぱり自分が好きなものでかつみんなが注目されてない時に買い集めるっていうのがいろんなそのコレクターとしての法則だと思うんで、なるほど、その辺意識しながら僕はもうずっと買ってってるかなっていうふうに思います。であと大事なことしてた、高騰の理由第4の理由です、ね。4つ目、これはメルカリなんですよ。メルカリによる二次流通のマーケットがしっかりとできたことによって、中途半端なヴィンテージよりも高額な誰もが知るものに、例えばそのソニックユースの T シャツとか、パルプフィクションの T シャツとか、あと前ね動画でされてますけどハンドとか、ああいうものがヤフオクだけじゃなくてメルカリでマーケットができたことによって高い値段で買っても同じ値段もしくはそれ以上で売れるかもしれないっていうことをやっぱり若い方がね今気づいて。いやー、結構若者がまさに転売してますもんね。そうなんです。だから傷に転売することに対してのいろんな批判はあると思うんですけども、一方でやっぱ若い方って好みが変わるし、限られたアルバイトラインの中でやりくりすることを考えたら、着なくなったら販売するっていい意味でのそのサーキュラーエコノミーじゃないですけど、回ってるって観点で見ると悪くはないのかな。確かにヴィンテージ T シャツも着たって別に全然価値下がらないですよね。そうなんです。もうここまで着込んだスティーシの T シャツって、もうあと10回着ようがあんま変わんなくて、確かにむしろこれが朽ちてなくなっていくことによる存在価値がより高まるんで、そういうアイテムなんじゃないかなと。素晴らしい解説です。
ありがとうございます。さすがです。いや面白いですね。まあでもその高騰からの、はい、そんな、市場をこう、はい、長年見られてきて小さな市場ですけどね。いやでもすごい大きなマーケットにこれから移り変わっていくんじゃないかっていう業界じゃないですか。でそれで本日はこうNTさんに何枚かピックしてお持ちいただいて、ちょっとこの辺もちょっと解説いただけたらなと。そうですね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。